自分の絵の練習のためにいろんな好きな作家さんとか漫画家さん、絵師さんの絵を模写したり書き写したりしてるんだけど、いまいち自分の個性とかオリジナリティ、こういうものが育っているかどうか自信がない、そういう人たちのために今日は自分の好きな絵の模写から始めて自分のオリジナリティを開発していく、そんな方法を紹介していこうと思います。方法は簡単で、まずは好きな本を2つ用意してください。例えばご自分の好きな漫画2つ、2冊でもいいし、ちょっとジャンルの違う本でもいいし、もちろんこんな感じのお城とかの資料集とかでもいいと思うよ。とにかくポイントなのはたった1冊じゃなくて2つ用意するというここなんですね。なんで模写の練習をたくさん続けてる人たちが自分のオリジナリティとかそういうのをなかなか開発するステージに進まないのかというと、一度に1冊の本しか見ないからなんですね。なんとなく例えばこの三角帽子が可愛いなと思ってこれを書き写す。で、どうしよう。だからなんなんという感じで、そっから先の一手が打てない。こういう時にただこの本だけをじーっと見つめてぼーっとしてても何にも降ってこないんですね。じゃあどうするかというと、全然関係ないもう一冊の本を持ってくるんですね。このとんがり帽子とヨーロッパのお城、この2つを見比べて、この三角の帽子がお城になってしまった。っていう、例えばそういうことになるわけですね。肩が凝りそう。こういう感じで2冊の本を見比べるとか交互に見るっていうことをして初めてひらめきっていうのが飛んでくるんですね。この話まとめると、本を2冊置く。で、2と3さっきいっぺんにやっちゃったんだけど、まず交互に見比べる。交互に読んでいいなって思ったのをまず1回模写してみると。で、その上でひらめきが来るっていうのをまずこういう風な手順になります。とにかく本を2つ置くのが鍵だと思います。肝心なことは伝え終わったので、ここからは具体的なコツについてポイントをね絞って話そうと思います。まずリラックスしてください。パラパラーとめくって、あ、これいいなとか、そういう思い出す程度、触れる程度でパラパラめくってみるっていうのがちょうどいい力加減かなと思います。そんで2つ目、待つ。見比べてこう目に光を入れる、目に情報を入れて飛び込ませれば、あとはこう自分の脳みそ、右脳とかがなんか勝手に何かバーンって弾き出してくれるだろうっていう風に期待して待つ。それがコツだと思います。そしてこれが案外重要なんですけど、違うジャンルの本を組み合わせるようにしてください。例えばここに私の大好きなドラゴンクエスト外伝ロトの紋章と大の大冒険っていう漫画があるんです。そもそも中世ファンタジーという点において、まあジャンルがそもそも似てるんですよね。ジャンルをまたいだひらめきっていうのをどのくらい期待できるかなっていう疑問は残るわけですね。もちろん中世ファンタジーとかその辺のこう資料の一つとしてじっくり読み込みたいっていうんであれば、こういう2つを並べてももちろん構わないと思います。しかしやっぱり2冊の本をまたいで何か新しいひらめき、新しい組み合わせと出会いたいということであれば、どうせだったらジャンルの違う漫画とかタイプの違う漫画とか資料、こういうのを見比べた方がイノベーションっていうかひらめきみたいなのが面白い、すごい意外なひらめきっていうのが飛んでくる可能性っていうのはうんと上がってくるわけですね。例えばあなたが獣が好きということであれば、こういう風に獣がたくさん出てくる漫画1冊と他のなんか関係ない漫画用意して、こっちの登場人物全部片っ端からもう獣にしてしまうとか、そういう遊び方が例えばできるわけですね。例えばやってみるなら、この本星々の城の右上のこいつ完全にちょい役なんですけれど、例えばこいつをこの本に出てくるこの虎と融合させてみると、例えばこういう感じになるわけですよ。完全にビシッと綺麗に模写する必要は全くないんです。逆になんかヒゲをサボるとか、ちょっとなんか凛々しい顔にしてみるとか、何かこう実際に元になったものとのズレみたいなのがあった方が、結局自分のオリジナリティじゃなくてオリジナリティを発見するとか、そういうことの助けになる。だからすごいなんか真面目に書き写すとか、すごいしっかりしてる必要がないっていうのはちょっと伝わってほしいかなと思いますね。
例えばこの表紙の女の子をなんかちょこちょこっと同じ要領で動物っぽい感じに仕立て上げてもいいし、こちらの表紙の綺麗な獣のお姉さんにクロコダイルのたくましい鎧を着せて、そういう獣のかっこいいクールな女戦士っていうのを描いてみてもいいわけですね。もちろんこう獣のワニがつけてるものを獣耳の人にどう合わせるのかとか、そういう新しい宿題がその都度出てくるから、その時にその宿題が出てきた時にこそオリジナリティとか個性とはっていうところがいやおうなく鍛えられるということですね。ちょっとポイントの説明長くなっちゃったんだけど、要するにリラックス しながら読んでひらめきが来るのを待つ。でなるべく違うジャンルの本2つを並べた方が面白いアイディアがバーンって出てくる可能性が高まるかなと一応思ってます。ここまで具体的なやり方説明させていただきました。だけどまだどうしてもなんか不安なんだ。結局見て書いてるから見ないで書けるようになった方が絶対いいんじゃないか、そういう風に思ってどうしても不安な時こうしようっていう話をこれからしようと思います。一番手っ取り早いのは角度を変える、これですね。ポーズの何もかもが一致してると確かに不安っていうか、やっぱりこう堂々と SNS に上げるみたいな時にちょっとためらいがある、こういうことはあると思いますね。そういう時は手っ取り早く角度を変えるっていうかポーズを変えるっていうのが一番話が早いかなと思います。で書こうとしてるポーズが苦手であれば、その同じポーズをしてる参考になるものをまたよそから持ってくるわけですね。ポーズをよそから拝借するとかそういうことまで我慢する必要はないかなというふうに一応私個人の基準では思っています。そして次がわざとざっくり書く。これはさっきなんかこの辺の虎さんだかを書いた時に一応ちょろっと触れたことです。すごい緻密にすごいバシッって模写するんじゃなくて、わざとパッパッパッパっていう感じで気楽に書いていく。力加減が難しいね。力加減は難しい。その辺も含めて練習だと思ってください。そんなにすごい頑張った書き写す成功に書き写す必要はないっていう風にここでは覚えてくれたら嬉しいと思いますね。そんでなんか一応本を2つ並べてじーっと見てるんだけど、なんかいまいち思いつかないなっていう時はさっさと違う本にする。なんかすごいこの2冊で1個も思いつかないなんて俺はダメなやつだとか思わなくていいんですよ。目の前の条件、目の前のこう情報をずっと固定しておいて頭の中でって悩んでも仕方がない。こういう風に理解してください。ほんで最後に細かいデザインを変える。例えばマントのボタンが丸いよっていう場合はこの丸いのを全部猫かウサギかでわってなんかほんのちょっと違うのでいいんでわって変えてみる。このぐらいの違いでいいんで細かいデザインのところで攻めるっていうのは一つあると思います。丸だったのを三角にするぐらいのことでも全然構わないと思うんで、自信みたいな私は工夫しましたっていうある種のこう開き直りっていうか堂々とした感じが出てくると思うんで、ちょっと細かいとこもね余裕があったらやってみるようにしてみるといいと思います。ここまですっかり話が長くなってしまいました。まとめます。1つ目、必ず2つ以上の本を参考にしながら書いてください。これは再三申し上げたのでこれ以上は言いません。そして最後にリファレンス、つまり何かから引用するということ、それは悪ではない。この話を動画の最後にさせていただきたいと思います。新しいものを書こうとか自分にしか書けないものを書こう、そう思った時に勉強をしたり何かを参考にするとそういうことができなくなる。オリジナリティが死んでしまうんじゃないか、個性出ないんじゃないかっていうふうに心配する人が必ずいます。その考えは誤りなんです。ハリウッドの歴代の名監督っていうのは実はこう自分の映画をこうそれぞれのシーンをどの映画から影響を受けたとか、どの映画を引用した、あるいはどの映画から、要するに平たく言うとどの映画からパクって作ったか、そのシーンをでそういうことを全部説明できるらしいです。優秀な監督さんほどまず間違いなく引用してるっていうことなんですね。盗用じゃないですよ、引用です。押しも押される名監督は絶対やってるぐらいの王道なんですね。それが結局は創作活動の王道だよっていうことだと思うんです。俺はどの漫画のジャンルにも縛られないぞ、俺は新しいものを書くぞってやっぱり思うかもしれない。
世の中にはすでにたくさんのジャンル、あらゆるジャンルのお話とか映画とか漫画とかいろんなものがあるのに、なぜこれ何にも勉強してないあなたが斬新なものを作れるのか、これは率直に言って疑問なんですよ。でもだからといってずーっと勉強ひたすらもしゃっていうのはさすがに退屈じゃないですか。そういうこともあって今回は楽しみながら勉強して、しかも何かひらめいてみようっていう、そういうやり方を今回ちょっと長く喋ったんだけど、紹介させていただきました。オリジナリティってなんだとか個性ってなんだという議論は後を絶たないんですけれど、この動画の結論としては、堂々と先人から学んで堂々とひらめく人間になるといいんじゃないかなということでした。ではまたよろしく。私の3作目の技法書、ややこしくない絵の描き方、今絶賛予約受付中です。10月の29日の真夜中23時59分までに予約していただくと、特典のね、特製画像が特典画像がね、ダウンロードできるようになるので、ぜひその日までに予約してくれたらね、すごいご機嫌、ほんとご機嫌なので、ぜひ予約どんどんしてください。動画の概要欄、動画のとこに貼っておこうと思うんで、ぜひちょりしてください。よろしくお願いしますです。ね、超頑張りましたよ。超頑張ったんです。よろしく。嬉しみ。ちょり。